こんにちは。今回はゴフボード開放についての動画です。ゴフボードはアルファスキルを入手するために必要なものです。新クラス、ビートパフォーマーも実装されて、改めてアルファスキル入手について振り返る良い機会ですね。それではビートパフォーマーのゴフボード入手までの手順を見ていきます。ブルプロでは、武器種を切り替えることでクラス変更が可能です。クラスを変えるとクラス専用のサブクエストを受注できます。ビートパフォーマーではこのグレンという人が、いわゆるビートパフォーマーの共感役ですね。MMO ゲームなどではこういったクラスマスターと呼ばれる、クラスのスキルとかを解放してくれる NPC やクエストが定番ですので、なんとなくわかる方も結構いると思います。ブルプロでもそれは同様で、クラスごとにサブクエストで登場するキャラが違います。クラスのサブクエストではレベルに応じた段階を追って、サブクエストを進行していく必要があります。今画面上で進行しているクエストは、ブルプロで各クラス、一番最初に受注できるクラス固有のサブクエストです。クラスごとに大体同じような段階を追っていきます。クラスでサブクエストの内容は異なりますので、多少はサブクエストもクラスごとに楽しめるかもです。ただ何クラスもやっていると流れ作業になるのは仕方ないですね。最初はブルプロ恒例のアステリア平原、売りぼかりです。クエストはメニュー画面から HUD や誘導マークにチェックを入れると、マップに緑色の円で大体のクエスト場所が示され、対象のエネミーや NPC の場所を誘導してくれます。基本的にはこのクエストの誘導をつけて進めていくと良いですね。そして対象のエネミーを必要数だけ討伐するなどして、クエストの要件を満たした後に再度 NPC へ報告する、この繰り返しでクエストが進んでいきます。最初のビートパフォーマーのサブクエストでは、最後の報告場所が開拓局の受付です。クエスト完了時には画面にクエスト完了の演出が出ますし、最後のマークは緑色のチェックマークのアイコンのため、いつクエストが完了できるのかはわかりやすいです。この時は画面右にジャーナルを表示していませんでしたが、クエスト進行中の一覧も表示しておくと進めやすいと思います。ということで最初のサブクエストは受付嬢さんに報告して終了です。このような流れでサブクエストを進めていき、ある段階まで行くとゴフボードが開放することができます。ちなみにビートパフォーマーのサブクエストを受注するための NPC であるグレンはこの場所にいます。他のクラスも大体いつも同じ場所に NPC がいると思います。グレンまでは開拓局前から移動するとわかりやすいです。次にサブクエスト2つ目ですね。以降のクエストはどんどん飛ばして見ていきますね。いつもの場所からクエストを開始して、ミンスターホルンへ移動します。対象の NPC に話しかけてから、少し北上した目的地に行きます。ピンポイントで目的地がある場合は、このように青色の円で表示されています。大抵はマップの緑色の円を見ていくか、誘導を追いかけていけば迷いにくいです。ただ途中のサブクエストで分かりにくい場所もあったので、その場面が来たらあまり飛ばさずに解説を入れますね。ちなみにこの青色の場所をピンポイントで見つけていく形式のクエストがクセモノだったりもします。今のは3つの場所で採取するという内容でしたが、実際にはピンポイントで青色の場所を探す感じですね。そして NPC に再度話しかけてまたクエストの条件が変化します。次は対象のエネミーを倒す類です。ビートパフォーマーはエネミー狩りでは、エネミーにロックオンしてからアンプを設置すると戦いやすいです。ただ、アンプをすでに設置していると、アンプにロックが座れるので、このようにエネミー同士の距離が離れている場合に限ります。通常攻撃は横派生が強いので基本的には横派生で戦う感じです。そして再度ミンスターホルンで達成報告をしてクエスト完了です。これで2つ目のサブクエも終了です。言い忘れていましたが2つ目はレベル3から受注できました。次は3つ目のサブクエです。またグレンと会話してサブクエ受注です。レベル4から受注できるので流れで連続していけますね。アステリア平原のアンドラ盆地でまた NPC と会話します。会話後はゴブリンを倒しに行きます。誘導通りにそばに行くとゴブリンがいるので討伐して、再度会話します。最後にバフアリア神殿内で目的の NPC がいるのでワープして、会話して完了です。ということで3つ目のサブクエも終了です。次が4つ目のサブクエになります。今度はレベル14から受注できます。4つ目のサブクエも同様にグレンとの会話から始まります。そしてバフアリア神殿内にまた行きます。神殿内で NPC と会話して、今度はバハマール高原のラルパルへ向かいます。
ラルパルから少し南へ行ってラルパルの NPC と会話。するとホーンボートを狩る条件が出るので、誘導に従って緑色の円周辺でホーンボートを狩ります。条件を満たしたら再度ラルパルで会話。最後にバフアリア神殿内の NPC と会話して終了です。これで4つ目のサブクエも達成しました。次がゴフボードの前提となるサブクエスト最後の5つ目のクラス固有サブクエストです。こちらもレベル14から受注できます。今はサポート特典の経験値ボーナスがありますので、少なくとも序盤のレベリングは飛ばせます。次はバハマール高原のラルパルからスタートです。まずラルパルの目的の NPC と会話します。会話後は誘導に従って次の目的の NPC を探します。ここから結構わかりにくくなっていきます。実際はかなりうろうろして迷ったんですが、目的の NPC は中段の道の端っこにいます。本当に近くまで行かないと目的の場所がわかりません。かなり隠れているのでここで苦戦した人も多いんじゃないでしょうか。誘導をつけるならもっと円の中でも、およその場所をコンパスみたいな矢印で表示するくらいあっても良いのではと感じます。さらに月も勘違いしやすいポイントなので注意です。ここでは炎核を倒そうと条件に書いています。これは長くプレイしている人ならなおさら勘違いしやすいんですが、実は炎核というフィールドボスを沸かして倒すのではないんですよね。このように目的地の円の中にポツンとクレーンが佇んでます。私は最初勘違いしてフィールドボスを沸かして倒すのかと思ってました。非常に要注意なポイントでした。むしろこの点だけで今回の動画を作ろうかなと思ったくらいです。クレーンと話すと青色の場所が出て、サブクエの進行上のミッションでネームドボスと戦うことになります。一応エネミーのレベルは19ですが、回復スキルもあるので初心者の方でも倒せると思います。倒したらまた報告して終了です。わかりにくい場所にいた NPC のところへ行きます。最後にラルパルに戻って最初の NPC と話して完了です。これで5つ目のサブクエも終わりましたね。この5つのサブクエがゴフボードクエストの前提でした。ゴフボードクエストはレベル45かつ冒険者ランク9から開拓局の受付のクエストで受注できます。レベル41から50というクエストの括りの中にあると思います。各クラスごとに専用のゴフボードクエストが用意されています。今回はビートパフォーマーの恐怖を振り払うビート。こちらがゴフボードクエストですね。今回は自由探索。雨山の森のフィールドボスを倒すのが条件です。場所はアステリア平原の夕凪の段丘。こちらにダンジョンがあります。サブクエの受注がレベル45からですので、なるべく早い段階でゴフボードクエストを達成したいですね。ボスはダンジョンの最後にいます。この位置で一定時間、通常のエネミーを置き潰しの要領で倒し続けていればボスが出現するので頑張りましょう。倒して開拓局の受付で達成報告をすると、晴れて目的のゴフボードが入手できます。皆さん待望のゴフボードです。あとはゴフボードを進めてゴフを入手していきます。相当な時間を要するため、ゴフボードを常に進行中にして、日頃から地道にゴフを手に入れていきたいですね。ゴフは開拓局の2階にいるクラスマスターと会話して交換することができます。このフードのかっこいい NPC です。ゴフは各クラスで共通で使用できます。そのため他クラスでゴフを貯めてビートパフォーマーのアルファスキルと交換することも可能です。ただし、アルファスキルの交換はレベル50から解放されます。ゴフボードはレベル45からですが交換はレベル50となっています。ちなみにレベル50からベータスキルも獲得可能です。ベータスキルの場合は調査と上級調査でごく稀にクリア報酬からランダムに獲得できます。それとレベル59になると開拓局の受付から直接ゴフをもらえるクエストも受注できます。こちらも忘れない要注意ですね。動画最後にまとめです。アルファスキルを獲得するまでの手順をまとめました。各クラス固有のサブクエストを5つクリアし、冒険者ランク9以上にした状態で、受付嬢と会話し、レベル45からゴフボードクエストを受注できます。入手したゴフボードからゴフを集め、レベル50以上から、開拓局2階のクラスマスターからアルファスキルと交換します。まとめたところで、今回の動画の内容は以上です。皆さんはゴフボードやアルファスキルどれくらい進みましたか？ぜひともコメントで感想などを教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。
ここまでご視聴ありがとうございました。またね。